金するバカが投資家の懐を温める。利益は配当金でしっかり回収していく。そういう銘柄。日本の代表が決まりましたね。自民党新総裁の石破茂、67歳。岸田総理に代わる総理大臣へ9月27日、2024年のことですね。で、早速日経平均がこの土日のうちに先物が2000円下落してね、いや、なんてこったってことですよね。ほんと困っちゃう。業績のファンダメンタルと、こういったね、結構年ですよね。だから猛録したじいちゃんで相場がどうなるのかっていう不透明なんですよね。だから業績のファンダメンタルとチャートのテクニカル分析を、精度高い分析を行う必要があるじゃないですか。わっけチャンネルで、このチャンネルに限らず勝手におすすめの銘柄をピックアップしてもらえるから、僕は確認すればね、投資精度っていうのを向上するじゃないですか。ずるいとかじゃなくて、利益を上げたもの勝ちなんですよね。この中では配当落ちで優待も過ぎて反発せずに株価が下落し続けている。僕がやばい業績で確かめて、チャートも見て、本当に割安だなと判断できたので、僕の視点でも視聴者が自信を持って購入できることを祈っております。VTuber の僕が家族や自分のために利益が期待できる株を分析して、株式初心者に限らず悩んでいること、株をいついくらでエントリーして、いくらになったら利確すればいいのかってわかんないじゃない。だから、こんな感じで値段設定、いくらで利益確定して、いくらで損切りするかっていうのも考えて、他のチャンネルにはないコンテンツを作っています。社畜の大半っていうのは、もう訳もわからず税金を取られている、文句言わないバカな人間に高い税率が課せられている。で、社畜が会社に貢献したり、不労所得で生活する。貴族は税制優遇される。そういう世界って不公平じゃないですか。これを今見ている皆さんは将来に備えて資産運用している堅実なユーザーですね。目標を明確に持ってその達成に向けて努力しているので、一緒にこの世界を楽しんでいきましょう。では早速儲けると判断した銘柄2つを紹介していきます。証券番号3632グリー株式会社。今回僕は VTuber ということであってかなり関連性が高い銘柄なので、今回僕は暴れます。この会社はゲーム、アニメ事業、メタバース事業、DX 事業、コマース事業、投資事業を中心に展開するインターネットの関連企業です。10年前から投資してる人はわかるでしょうけど、株価が100倍に上がって、投資ドリームっていう代表的な銘柄でしたね。100万円を持ってて、グリーン投資してて、1年で100倍になったわけですから、1億円になったっていう魅力的な過去があるんですよね。メタバース領域や VTuber 関連事業にも積極的に進出して、スマートフォン向けメタバースリアリティや VTuber 事業を強化しています。最近グリーンの認知度は低下していて、じゃあ認知度が下がるとどういうことが起きるかっていうと、株を買う人より売る人の方が多いから、板で言うと売り板が厚くなってくるんですね。そうすると、じゃあもっと下がるんか。じゃあ待っとけばもっと下がって、安い時に買えばいいかな。そもそもこんな銘柄買わない方がいいかなって投資家は思っちゃう。そういう流れ、トレンドになっちゃうんですよね。普段このアプリを僕がね、利用していて、変化を肌感覚でわかるんですね。それは利用ユーザーの文化が課金することを当たり前とする世代になって、グリーンの収益が改善しているってこと。これをご覧ください。応援スコア、10万スコアっていうのは実際のお金の1万円相当の金額です。一人の配信者に対して、検索すると、こういうスコアっていうのかな、承認欲求を満たされるようなランキング形式で表示されて、で、この総額課金額の合計は、この画面を見ただけでも36万円相当になりますね。これは配信者一人につきこの規模なんで、月間アクティブユーザー数は400万人に上るとされています。で、承認欲求に駆られたバカな人間がこれだけ課金している実態。ちょっとね、どうですか皆さん。皆さんは40代以上の人が多いと思うので、子供がそうやって課金してたら注意したくなりますよね。バカなことやってないで働きなさいとか、その気持ちを弁明するんだったら、僕はね、この人たち投げてるお金は投資じゃなくてギャンブルとかパチンコの同等に配信者からとか、いろんな人にね、この人いっぱい投げてるんだ、すごい人なんだって承認されたいっていう狂った人間のような、僕を見てよ、ワンワンワンみたいな、もう狂った吠えてくるワンちゃん、そういう犬を眺めている気分になります。そういう文句を言っても僕たちの資産っていうのは1円も増えないので、配当金やグリーの株の値上がり益キャピタルで稼がせていただきましょう。グリー株式会社のリアリティ配信プラットフォームを含むメタバース事業の売上、つまりさっき課金していった人たちのプラットフォームですね。グリー全体に対してどれくらいの利益があった、どれくらいの割合かって、売上は 72.45 億円です。一方でグループ全体の売上は613億円なので、このことからリアリティ配信プラットフォームを含むメタバース事業の売上はグループ全体の売上の 11.8% っていう計算になりました。今後どんどん上がっていくって僕は予想してるし、事業計画書、決算報告書、
見ても、こんな風に長期的な成長イメージとして12ページに記載がされていました。うまく人間の承認欲求っていうかな、相手にされなかった人間が持っている限りあるお金を使って貢がせる、それで嬉しい、それ興奮するパチンコみたいな仕組みができていると思います。一時的な業績の上振れではなく、課金として配信者に貢がした収益。それは人間の心理学で一度認められたら、それを維持しようと貧乏人は一生懸命に配信者に労働してもらった給料を上げているんです。目に見えないものにね、数万円課金して、一度課金したバカな大人っていうかな、バカな人間はパチンコのように完全に依存体質になっているんじゃないのって僕思います。全世界的に言えることで、人間は頭がいい人間とバカな人間に二極化しています。また、何も知らない無知な人間の数の方が人口が多いことから、何も考えない社畜のような、家畜のようなやつが人間が流通するっていうかな、繁殖することによって知能は低下していく。能力はなくても生活保護の制度や障害者の保護する制度があるから余計に能力がない人が繁殖する世の中ができていると。で、僕たちのような投資をする一部の人間っていうのはやっぱり同類の頭いい人間と話するとピンとくるじゃないですか。お前も金持ちの仲間かみたいな感じする時ないですか？結婚相手はマネーリテラシーが高いパートナーを絶対に選びますね。僕だったら。そういう課金する文化が増えていくっていうのは、現在僕も利用しているスマートフォンアプリなんですよね。このリアリティっていうのは、僕に興味がある人は無料で話しかけられることができるので、概要欄にリンクを貼っておきます。課金は悪だっていう話を前半はしただけで、エンディングはね、やっぱり僕だってやるので、その考え方、加減の問題だっていう話は最後にします。直接お金とは関係ないので、じゃあ配当の魅力について、グリー株式会社の2024年6月の配当は 16.5 円。これは前年の11円と比べて増配していますね。来年は未定とはされていて表示はされていなかったんですけど、売上収益っていうのはアップしていくっていうのを想定すると増配で意図的に非公開にしてるっていうことは株価を今のところは低いまま抑えておきたいみたいですね。なんか大口の買いが入る予想でもあるんでしょうか。とにかく配当利回りを計算すると今472円。これを 16.5 で割ると 3.5% なんで、配当利回りは現在 3.5% っていう意外なんですよね。ゲーム会社って言ったらバンダイナムコ、コロプラとか、そういう業界は配当が少ないので穴場。ゲームを作る会社から YouTube のような配信プラットフォームっていうかな、面白いコンテンツを自分たちが作っていくんじゃなくて、YouTuber に個人事業主の面白い奴らを集めて自分はそれを管理していくっていう会社になりつつあるのがグリーなんでしょうね。チャートは認知度の低下とともに出来高も減少して株価の下落っていうのは至極当然の結果ですね。ほら見てください。2年前のここの出来高はすごく高くて活発に取引がされています。それで高めになっていくけど出来高の減少とともに売っていくやつが多くて新規参入者がいないから早く買ってくれないかな、ちょっと安くてもいいから売っちゃおうかなみたいな流れになっている状態なんですよね。今のところ下げ止まる様子はないんですけど、もう現時点で時価総額が800億円なんで正当な株価に見直されるのは時間の問題だな。あえてそういうのを開示しないような決算資料でしたね。配当利回りは 3.5% っていうのを考慮すると気長に長期投資で待つってことはできますね。はい、企業の業績の分析に移ります。株価を決定させる決算報告書は100点満点中どれくらいの影響を与えるかっていうと95点で一番高い割合だから、まずはファンダメンタルを分析して、それで良かったらテクニカル分析に移るのは基本とされています。では、分析しました。良い点はメタバース事業。これがリアリティっていうのがやっぱり顕著にね、推移して営業利益が前期の営業損失から黒字に転換したとのこと。売上は 724.5 億円から 8.7% 増えて営業利益は結局2億円ちょっと。これは34ページに記載されています。キャッシュフローの安定っていうのもプラス要因で、営業活動によるキャッシュフローは35億円で、現金及び現金同等物の期末残高っていうのは772億円となり、健全な資金状態が確認されています。一方で悪い点ですね。これは売上全体のグループ全体の減少です。売上は前年比 18.7% 減少して613億円となりました。特にゲームアニメ事業が新規タイトルのリリースがなく減収減益となっています。そこは僕ゲームしないんでわからないな。もう一つ利益の減少です。営業利益は 52% 減少して 59.8 億円。経常利益は 46% 減少して 71.2 億円。純利益も 50% 減少して 46.3 億円と大幅な減収となりました。これは
純粋な利益が減ったって言っても投資して減ったのかがわからないんだよね。営業の売り上げが減少していることが問題です。ソフトバンクもいろいろ会社を買収して、それを経費にしていってるから、利益っていうのを隠すっていうか、相殺させて税金ゼロっていうことができましたもんね。あんまりにもちょっとやりすぎなもんだから、税金対策の穴は塞がれちゃったとか聞きます。じゃあ業績の予想いきます。2025年6月期の業績予想は現時点で未定とされており、事業環境の急激な変化を理由に具体的な数字っていうのは公表されていません。さてね、それが悪かったのかいいのかっていう。特に投資事業の市場による影響を大きく受ける可能性があると。貸借対照表、損益決算書、キャッシュフローの分析で言うと、売上の減少でゲーム、アニメ事業が影響を受けたと。で、それが足を引っ張っている。一方で、リアリティのメタバース事業の黒字化、リアリティの顕著な成長と費用の効率化によりメタバース事業が黒字化した点がポジティブに受け取られます。財務の健全性、自己投資比率は 73.7% とすごく安定していて、流動比率も 747% と高水準を維持しています。まあ、どの程度っていうと、この自己資本比率が 73% っていうと自分たちの資金運用、それで賄うことができる。こういうスタートアップ企業っていうかな、上場したばっかりのとか、これからだっていう初期の企業には多くあるんですけど、早く資金を回していかないと、会社って大きくなっていかないので、なるべくいろんな銀行から借りてでも会社の規模を大きくしたいんですよね。そうすると、自己資本比率っていうのは、相手から借りたもので他人資本っていうのが大きい割合を占めてくるから、自己資本比率っていうのは低下していきます。で、この感じでグリーっていうのは 70% 以上ってかなり健全なんで、自分が出た利益の範囲内で投資を行って、事業を行っているっていうのがわかるので、急に潰れるってことはないです。割とね、これから爆上げするぞっていうような、あえてそれを隠してるような感じがするんですよね、僕すごく。株価の下落はしているけど、PER っていうのはすごくなんかこう不安定だけど、一緒ってなってるよね。でも、これは利益に対して変化するもんだから、いろいろそう新規事業に投資をすると、利益を圧縮することを削ることができるから、あんまりそれは当てならかったなっていう。じゃあ、他の企業と比べてみると、メタバース事業、VTuber 市場は成長を続けていて、グリーのリアリティはその中で存在感を示しています。そうですね。配信プラットフォームって言ったら、リアリティともう一つが DNA のイリアム。この二大巨頭になっています。一方でね、競争他社も同様にメタバース領域に参入していて、どの会社が覇権を取るかっていうのに対して不透明になってる。あとはアニメ、グリーのアニメとかゲームの足を引っ張っている部分が重要な課題とされています。ここでね、業績はなんとなくベラベラ喋ったけど、結局はどうなの？採点してみやすくしました。今回から。健全性は25点満点中23点。もうこれはもういい。成長性に対しては足を引っ張っているアニメとゲーム開発。これがちょっとマイナス点で18点。市場ポジションとしては VTuber 配信プラットフォームっていうとウィリアムとリアリティぐらいしかないと思ったので20点。将来性に対してはライバル他社がすごく多い。工場と違って物理的なものを存在しないデジタルのものっていうか、それは何が起こってるかって目に見えるもんじゃない。他の会社が。ライバルがいるっていうのと絶対王者の1位っていう会社がいないんで、将来性としてはすごく競争が激化するんじゃないのっていうことで19点。最終的に総合評価は100点満点中80点となります。これもね、買いか買いじゃないか、他の心理学っていうかな、需要供給のバランスはどうかっていうのもまた後で採点します。別でね。いろんな株のおすすめチャンネルでやって、あとは自分でね、おすすめの銘柄紹介したから調べてよ、自分でってなるけど、一応僕が調べておきました。出来高とかね、一体どこを見ればいいかって初心者わかんないじゃないですか。まず、人間の意識を調べて、需要と供給のバランスを調べました。それは、人間の意識とは、信用倍率とか出来高、ニュースの認知度、これで監視することができます。信用倍率、10点満点中6点。信用倍率は安定はしているけど、若干の下振れが見られます。つまりその認知度が下がっているから買いたい人が少なくなっているっていうこと、それが信用取引でも確認ができます。で、出来高が10点満点中5点。それはちょっと低めですね。前年に比べてやや減少している。で、ニュースの認知度に対しては7点と高いんですよね、意外と。メタバース事業の黒字化が話題になっていますけど、全体的には注目度が低いとされていますが、ここで僕の感想で大事なのは、ニュースになっていて広く周知されても、貧乏な株を知らない生命体が見ているだけで株価に影響を与えていないと思うんですよね。YouTuber キッズ系の広告で小学生が見ても結局買ってあげようって思うのは大人なので、企業はおもちゃの広告を打たなくなったんですよね、YouTube だと。今ではキッズ系のチャンネルっていうのは広告に依存しない、個人じゃ生活できないので絶滅危惧種になっています。
結論と投資戦略についてお話します。投資家の心情を踏まえてチャートに反映させて、投資家の心情の数字、実績から銘柄エントリーの期待値とリスクを再確認しました。総評すると、グリーは特にメタバース事業で黒字化を達成していて今後の成長が期待できます。しかし、ゲーム事業は投資事業における減収と利益の減少が課題であり、短期的な業績回復には不透明感が残るとされています。そういうシナリオをグリーは描いています。で、僕的に投資判断は買いだと思ってますね。買いです。メタバース事業の成長可能性を評価しつつ、ゲーム、アニメ事業や投資事業における改善が見られるかが重要な材料ですね。正直僕はそこは期待はしていないけど、業績の転換が見られるんですよね。メタバース事業に。現役 VTuber の僕からすると、ゲームで差別化っていうのはクオリティの勝負になるので、消耗戦になっちゃうんですよね。ただ、YouTuber とか、配信者っていう個人事業主を雇うみたいな配信プラットフォームになると、その人のファンができるわけで、それが根強いんですよね。病的なアイドルのオタク、地下アイドルのどこまでついてくるようなオタクみたいな。で、それはね、そのオタクっていうのはアイドルに認められたいから、もう病的にお金を貢ぐんですよ。100万円とか普通にいるんですよ。いや、億万長者かとか、100億円持ってるテスラさんかっていうぐらい。まあ、投資家をしている僕たちからすると、そんなバカな生物いるわけねえだろって思ってたんですけど、もうそういうのが当たり前になっている時代になってきたっていうかな、もうドン引きですね。さあ、買うっていうことが決まりました。で、僕だったら、僕の資産状況から200から400株買っておきたいな。じゃあ仮に500円で買ったとします。僕だったらこの値段に指し値を入れますね。損金のラインは 91% の455円。で、ここ意外と設定しとかないと、今回の石破ショックみたいに下落した時に損切れないじゃないですか。で、もっともっと落ちた時に安く買うことが、資金を確保することができない。目先の利益で損切りできないっていうのは、将来の利益を捨ててるもんですからね。もうそういうのは人間だとできないんで、もう機械に任せちゃいましょう。トレーディングの開始は、購入金額の 106% の530円。で、利益確定の幅は17円で、ピークのてっぺんから 3.3% 下落した時ですね。皆さんスマートフォンを手に取って入力しましたか？ちゃんとアラーム設定した？差しに入れた？アルゴリズム設定やった？とりあえずお願いします。そういう設定でね。このグリーって配信VTuber ゲーム事務所っていうかな、そういうのやってるみたいですね。僕もこうやって有名になりたかったな。ゲームをする前に会社で働くとはどういう意味でしょうか？自分の寿命を削る行為、投資で稼げたら自分の時間をね、フルに活用して自分の時間を生きることができる。僕はゲームのようにこの世界を楽しんでいます。最後に勝つのは人間を牛耳る資本家だ。皆さんも投資家にしてみれば、この世界って天国みたいなもんじゃないですか？次に行きます。証券番号3861、王子ホールディングス、企業概要を行きます。大手製紙メーカーで国内市場での地位がすごく高い。2024年3月の売上は1兆6962億円。紙、パルプ産業を中心とした企業で、生活産業資材、機能材、資源環境ビジネス、印刷、情報メディアなどの分野に広がる多角的事業を展開しています。特に環境に配慮した製品開発やパッケージング事業の拡大に注力しているみたいです。先に結論言うと、バッケチャンネルでもこれは言ってたので、投資判断として僕の分析からしても買いです。環境配慮型製品の需要拡大と欧州市場での展開を鑑みて、長期的な成長が見込めるため買いを推奨します。業績が好調なので、株価上昇に連続的なバイアスがかかっている状態です。優待の魅力について説明していきます。年間配当利回りは 4.2% で9月に12円の配当。来年3月は24円で増配の予定をしています。ワッケチャンネルでもなんか言ってたんですけど、1000株以上で自社商品の優待あり、1000株って敷居高すぎない？それがね、3月だけで9月をもらうためには5000株必要なんですよね。ばっかり知らないの？そんな予算ないよ。で、僕よりキャッシュを潤沢に持っている人っていうのは保有してはいかがでしょうか。チャートの分析していくと、値動き自体は少なくて、キャピタルゲイン値上がりには面白みがないですね。割安に感じるのは、8月5日の暴落から復帰していない。業績は売上の上昇で PER、利益収益率が割安のままに固定されていて、で、半導体セクターに比べると地味で面白くないから、割安になっても投資家からは気づかれないっていうかな、買いた
たいと思われる雰囲気じゃない。だからわけチャンネルは面白い銘柄見つけてくれたなと、業績について分析していきます。良い点は売上。前年同期比 4.2% 増加して4381億円に達しました。もう大きすぎてなんか多いのかわかんないよね。これは円安やニュージーランドでの事業復旧などの要因にあるものです。今回総理が変わって円高になってるけどね、どうなんだろう。親会社株主に既存する四半純利益。これは 0.7% 増加して177億円を記録した。ここは僕は面白いな、重要だなって思うのは、海外の売上の比率ですね。これがね、3.8 ポイント増加して 37.4% に達しました。これね、海外の割合が多ければ良いかって言うと、いや、そうでもないんだよね。バランスで。理想は50対50の半分ずつ。そうすることによって、為替の影響を受けなくなるじゃん。日本が円高になろうが、円安になろうが、いや、半分ずつだからもう相殺する。株主優待の売りと買いを同時に行う、クロストレードのような収益体制に近づくってことですよね。売りと買いを同時に出すっていう。こういうのを結構決算で意識してるなと。じゃあ悪い点はっていうと、営業利益。これがパルプ市場の悪化で 33% 減少して145億円。そして、経常利益。これが 15.7% 減少して244億円となっています。業界の動向と比較して行っていくと、王子ホールディングスは紙パイプ業界内で強い地位を維持しており、特に環境配慮型製品、パッケージング事業で成長が期待されています。業績に対する採点を行いました。財務健全性は25点中20点。並っていった感じですね。成長性はポジションが拡大しているっていうのと収益性が堅調に推移しているので22点。そして市場のポジションは非常に高い。25点満点中24点。ほとんど満点に近い。成長性に対しても環境に対応した製品っていうのを需要っていうのが見込まれるから上がっていくだろうと。で、総合評価としては89点ということで、業績部門で買いか買いじゃないかっていうと買いです。ここまでね、言ってくれる投資家って YouTube チャンネルってないじゃないですか。もっと聞きたいよって言うんだったら、こういう採点方式良かったよっていうコメントいただけるともう一回やります。なかったら、いや、これ必要なかったのか興味ないのかなって思って、なくそうかなって思ってます。では次はテクニカル部門の分析に行きます。人間の意識、信用倍率、出来高、ニュースの認知度、こういうものを分析しました。他の業界を分析比較して、こんな感じになりました。信用倍率は10点満点中8点。過去1年間での取引は顕著で、投資家からの信頼度が高い。まあ安定してます。出来高は7。安定した出来高を維持している。5693億円ですからね。ニュースの認知度は6。そうだね。僕もこの会社何っていう感じ。もう少しスポンサーのいろんな分野に進展してるんだったら、いろんな分野、VTuber とかにも来てほしいな。市場、環境製品のニュースっていうのは多いけど、投資間での注目度は低いです。なんていうかな、環境なんか興味ない。とりあえず儲かればいいんだっていうのが投資家の意見ですもんね。総合評価として30点満点中21点です。ちょっとやや低めですけど、その差がギャップとなって、キャピタルゲインの値上がり益っていうかな、それにつながると思います。オージーホールディングスの株価っていうのは578円で手頃に買いやすいっていうこと。時価総額が5000億円を超えるので、流動性に富む。だから、出来高の変化、信用倍率の変化っていうのをテクニカル分析することができて、買い時っていうのが分かりやすい。動き始めが分かりやすい。あと、めちゃくちゃ大きい時価総額なので、動き始めが分かりやすいし、のっそりって動くのが大体大型の銘柄にありがちですね。配当利回りは 4.2% でめっちゃ高いから、待ち伏せしてネズミ捕り、罠を仕掛けるみたいにね、ゆっくり時間が利益になるっていう手法でもいい。自己資本比率は 40% だから、許容範囲っていうところ。じゃあ割安に関しては、株価の動きが横ばいなのに対して業績が好調だったので、いきなりそれが反映されて PR がポッて下がって割安で放置されている。今回の暴落、8月2日の暴落にも、そこから業績っていうのは反発することもなく、業績が良かったからさらに割安になったっていうダブルパンチ。じゃあ以下のことを踏まえて、結論と投資戦略を行います。総評として王子ホールディングスは安定した売上を維持しており、特に環境配慮型製品とかパッケージ事業において今後も成長が期待できるとされています。投資判断は僕は買いで、後で何株買うかはね、言います。環境配慮型の製品、需要拡大と欧州の展開を鑑みて、長期的な成長が見込めるため、買いを推奨。日本の総理大臣が交代したっていうことで、相場が不安定になってきている。ファンダメンタルの銘柄の絞り込みを行って、テクニカルで買うタイミング、割安のタイミングを行っていこう。じゃあそうすると、投資の精度が向上して、儲かるっていうよりも、
負けない投資で安定した利益っていうのが期待できます。さあ、始まりました。いくらで買えばいいのか、いくらで売ればいいのか、損切りすればいいのか。王子ホールディングスは成熟産業なので株価2倍に上がるっていうのはあんまり考えられないこと。高配当を維持できる財務体質と安定した見通しが立てるから、この銘柄を選定しました。570円で買います、僕は。600円以下だったら全然割安なんで、皆さんもそれで買ってください。損切りのラインは 91% の519円。そう、皆さん手に持って、ちゃんと価格設定をしてください。後でやるっていうと、それ機械損失になりますからね。あの時買ってれば利益出たのにな、みたいな。そういうのの積み重ねじゃないですか。トレーディング、この画面をストップして見ればいいよね。トレーディング開始は購入金額から 6% の利益があった604円。そして利益の確定はピークになって、そこから 3.3% 以上の値幅で下落を始めたら、なんか下げトランドかな、一時押し目買いの時かなということなんで、弱くなって時、だから手放すべきなんですよね。そこでお願いします。効率よく儲けるためにニュースや決算資料での出来高急増を観察すること。株価が割安な理由、それは人間の意識で株価っていうのは決まっています。割安な銘柄で紹介するっていうチャンネルはたくさんあるけど、じゃあ買ってからすぐ上がったかっていうと、そんなこと分かったらみんなウォーレン・バフェットだって僕は思うんです。みんな思ってるはずです。人間の意識が集まるニュース、Twitter、YouTube、参入者が増える、出来高が増えるから株価を売却してエスケープする人間より購入する人間が多い。だから株価の板っていうのは繰り上がっていく当たり前の現象。これを実績データから確実なトレンドに乗っていく手法を僕は採用しています。最後に言います。リアリティのことを散々悪口言ってきたんですけど、正直に言うと僕も課金しています。お金をかけることでね、楽しくなって見返りがある。例えば課金してみんなより有利な装備で無課金ユーザーをいじめたり、ゲームは生産性ゼロですけど、一度ハマってしまったらどうするかってつまらなくするようにゲームをクリアしてしまうこと。僕は課金してゲームを早く飽きさせるようにしています。その浮いた時間っていうのは課金する金額以上の価値があるから。理性では分かっていても本能がやらせてくれって、で気づいたらゲームを3時間ぐらいやっていて、虚無感に苛まれる。程度の問題なんですよ。なぜ課金がいけないのか。キャバクラで可愛い女の子に貢ぎ物をして、その女の子をゲットできるっていうわけでもないのに、リアリティやイリアムの配信プラットフォームでは課金で運営が利益を出して、僕たち投資家の利益となって世の中に貢献しています。で、僕たちはそのお金をもらう立場の人間です。皆さんはゲームで課金することがあれば、それは時間の節約になるか、自分の利益になるかなっていうことを毎日考えて、課金することを覚悟してください。本日はここまでで、いいね、高評価ボタン、これが増えたらおすすめの表示回数が増えて投資家の仲間が増えます。これおすすめ。仲間が増えたらコミュニティが成長して会社に成長する。皆さんが協力できることっていうのは、いいね、コメント、シェアボタンを押すこと。仕事も遊びも全力で生きていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。あなたと一緒に成長していくように活動してまいります。